오늘 소개할 작품은 드라마 CD 슈퍼로봇 뮤지엄 게타로봇 대 게타로봇 G입니다. 게타쥐를 탈취한 공룡제국 특수부대에게 구게타로 맞서는 게타팀의 이야기를 담고 있으며 만화판으로 널리 알려진 에피소드이기도 합니다. 만화판과 거의 흡사하지만 내용이 보강되었고 TV판과 만화판 오리지널 캐릭터가 함께 등장하는 것이 특징입니다. 게타팀과 사오톰의 연구소 성우진은 기존 TV판 성우 그대로입니다. 이 작품은 TV판, 만화판과는 별개의 세계관으로 이해하시면 됩니다. 그냥 쉽게 말해 게타팀이 공룡제국과 백귀제국 때려잡은 뒤에 벌어지는 일련의 소동사건을 음성만 나오는 드라마 CD 형태로 만든 거죠. 특이할 만한 점으로는 원작자의 다른 작품인 허무전기와 마수전선의 요소도 들어갔다는 것입니다. 이 작품은 이미 인터넷에 퍼져 있는지라 그냥 통째로 올리며 제가 번역한 한글 자막, 그래픽, 작품 해설과 함께 편집해봤습니다.ん？地震かな？おい見ろ、山の方だ。すげえ爆発だぜ。なんだ、ジャンボでも落っこったのか？違う、何かでかい者同士が戦ってるんだ。空中戦だよ。こんなとこでドンパチか？おい、こっちに来るみたいだぜ。これは確かゲッターだ。間違いない、ゲッターロボだ。ゲッター同士が戦ってるんだ。そんなバカなことが。へっ、また大勢なあの余裕だぜ。よりによってドラゴンのゲッタービームを食らってな。おいレオ、市街地局はやばいぜ。このままじゃ被害が広がるばかりだ。だからって研究所を巻き添えにできるかよ。あそこにはもうろくな防空システムも残ってないんだ。あれから何年も経っちまってるからな。用が済んじまえば政府にとっちゃ地球の英雄ゲッターも単なる化け物さ。くそー、序章フルパワー。思った通りだ。本来ドラゴンの性能ならこのスピードでも楽々俺たちを狙い撃ちにできるはずなんだ。奴らわざと外してやがった。なんて汚ねえ奴らだ。連中のたちの悪さは昔からおなじみさ。まったくなんでこんなことになっちまったんだか。悪い夢なら早いとこ覚めてほしいもんだぜ。そうとも隼人の言う通りだ。なぜ俺たちは逃げ回っている。ゲッター1とゲッタードラゴン、よりによってなぜ同じゲッター同士が戦わなきゃならん。俺はゲッターとなんか戦いたくないんだ。ゲットマシンは、ゲッターロボはまさに俺たちの青春、俺たちの命だったんだからな。ベッケー、まだ大丈夫だ。しかしベアのサブエンジンがいかれちまったようだぜ。スピードがガクンと落ちやがった。もうすぐ街を抜ける。それまでの辛抱だ。おう、そうだ。この悪夢が始まってからまだ1日と経っちゃいない。奴らが忌まわしい地獄の底からこの悪夢を運んできやがったんだ。マグマの奥深く、暗い地底の世界から。スーパーロボットミュージアム、ゲッターロボ対ゲッターロボ G。 百鬼帝国との死闘が終わり、数年が過ぎていた。人類の平和を脅かす者は消え去り、世界に平和が訪れたかのように見えた。だがそれは人間たちの間に新たな疑心暗鬼を生んだだけの見せかけの平和に過ぎなかった。各国はゲッターエネルギーの恐るべきパワーに目を見張り、平和利用を建前になんとか自分たちもその力を手に入れようと躍起になって開発を進めていた。早乙女研究所への日本政府の干渉は日に日に強くなり、事実上ゲッターロボも防衛軍直轄の
単なる戦争屋の手先へと変貌を遂げた。俺はそんな自由のない生活に嫌気がさし、ここ数ヶ月は空手の武者修行と称して放浪の旅に出ていた。ある日、どこで居場所を嗅ぎつけたのか、研究所から早乙女博士の直筆で呼び出し状が届いた。極秘の搭乗実験のため、至急研究所に戻れというのだ。しかも期日は明日。一度は破り捨てたものの、俺はからかい半分、いや、青春のすべてをかけたゲッターへの思いは立ちがたく、久しぶりに研究所へ足を運ぶ決心をした。ああ、君、許可なく勝手に入っちゃいかん。通行証は。悪いけど家に帰る暇がなくってな、置いてきちまった。でも今日ここに来いってのは聞いてるんだ。名前は？急いでるんだけどな。流れだよ。誰だって？あんた新人か？だったら悪いか。なら知らなくても無理はねえか。流れだよ、流れ龍馬。元ここの人間さ。流れ？ゲッターチームの？ああ、分かったらそこ開けてもらえる？すいません。今開けますんです。はい。じいさん、危ないじゃないですか。もう飛び越えるなんて。悪いが急いでるんでね。よう、お前もこんなとこでちんたらしてると遅れ決まるぜ。相変わらず失礼なやつだ。いや、失礼。待てよ、隼人。よう、どこほっつき歩いとったんだ。みんな心配しとったぞ。おう、久しぶりだな、弁慶。言ったろう。奴は必ず戻ってくるって。こいつがゲッターなしで過ごせるわけはないのさ。俺たちと同じでね。隼人、勝手に飛び出したのは謝る。だが今度の実験が終わったら、俺はまたここを出るつもりだ。なんだって分かってくれよ。俺は惨めな番犬になり下がったゲッターの姿なんか見たくないんだ。それにあのふんぞり返った軍属どもの言いなりになるのだけはどうしても耐えらんない。何がおかしいんだよ。おめでたい野郎だぜ。早乙女の頑固親父がそうそう奴らの言いなりになると思うか？これは流龍馬様のご批判か。文字、大柄し文字じゃないか。浅間山の大発明家の先生がどうしてここに？ミチル姫のご用命でね。早乙女博士をゲッター船の研究に没頭させたいってんで、研究所の業務の取り仕切りを任されたって寸法よ。今ではここの副所長様ってね。ま、番犬の代わりぐらいには役立っているかな。何を？相変わらずだな。ところで早乙女博士は？出張で来週までドイツです。世界的なゲッター船プロジェクトを起こそうって話がありまして。あ、みちるさんも同行されています。よう、紹介しておくよ。科学技術省の新エネルギー開発部門から派遣されてきている南風圭さんだ。南風圭です。流さんのことは隼人さんからよく伺っています。流龍馬です。よろしく。しかし早乙女博士も人を呼び出しといて留守とはひどいな。今日の搭乗実験は俺が指揮を取るから安心しろい。文字、お前ちゃんとゲッターのこと分かってるのか？生半可なことじゃ扱えない代物なんだぜ、ゲッターってのはよ。大丈夫ってことよ。お前がどっかほっつき歩いてる間、こちとら早乙女博士の一番助手を仰せ使っていたんだ。亮が出て行ってから大変だったんだ。早乙女博士が防衛軍本部に乗り込んで大暴れしてな。将校5人、下士官2人が病院送り。とはいえ今まで膨大な資金を投入している手前、軍もここで博士にへそを曲げられちゃ困るってわけだ。改めてよろしく頼むぜ、流れ。こちらこそお手柔らかに。さてと、早速改良した G の乗り心地を試してみるか。基本は G だがゲッターエネルギー回路の出力を大幅にアップしたんだとさ。
ゲッター戦によるパイロットへの影響や衝撃吸収率、その他もろもろ新ゲッター開発にその市場データを参考にするんだ。まあ要するにじゃじゃ馬を乗りこなせってことだろ。いつもより派手に乗り回しても誰も文句を言わねえってことさ。くれぐれもデータ収集を最優先にすることを忘れんなよ。やれやれ。ゲットマシンの飛行音に腹を立てて研究所に怒鳴り込んできた男と同一人物とは思えんな。3人とも気をつけて。オッケー。テスト候補生ではできないベテランの味ってやつをたっぷりお見せするよ。行こう。あ待ってました。どうだい、久しぶりのコックピットは。熱くなってきやがった。全身の血がたぎるぜ。そうだろう。俺たちにはここしかねえのさ。だから今度は勝手に出て行ったりするなよ。今度出るときは3人一緒だ。それこそこいつをかっぱらって思いっきり暴れてやるぜ。そいつはいい。すまなかったな、隼人、弁慶。いいってことよ。発進スタンバイ OK。 よし、ゲットマシン発進せよ。ドラゴン発進。タイガー発進。ポセイドン号発進。行くぜ。フルスピードで急上昇だ。高度 2000m で反転。ドラゴンに合体する。すごい加速だぜ。操縦桿が持っていかれちまう。ちょっと乗らねえうちになまっちまったかな。バカ言え。あれだけ叩き込まれたんだ。忘れてたまるかよ。行くぞ。チェンジドラゴンスイッチオン。マッハウィング。ゲッターシャイン。シャインスパーク。いつにも増してすごい威力だ。山の半分がごっそり欠けちまいやがった。敵がいなくなった今、こいつはただの殺戮兵器さ。人間なんてのは百鬼帝国や爬虫人類がいなくても勝手に殺し合って滅んじまう運命なのかもしれない。ゲッターチームの諸君、ここまではなかなか良い出来だった。今日のところは機械したまえ。了解。オープンゲート。恨み重なるゲッターロボ、暇に見るがいい。女帝ジャテーゴ様のもとに結束した新生恐竜帝国の恐ろしさを。イオン様、魔獣隊のガヌたちが研究所潜入に成功しました。よし、夜を待って活動を開始する。恐竜帝国、いや長きにわたり影の存在として虐げられてきた我ら地竜一族最高の日は近いぞ。この地上、いや全ての爬虫人類すらも我ら一族の前にひざまずかせるのだ。そのためには何としても今度の作戦を成功させ、信任を得なければならん。皆も心してかかってくれ。はあ。療養。
いやー、久々にゲッターで暴れたもんだから腹が減ってかなわんな。食堂にでも潜り込んであるだけかされちまう。お前も変わらんな。カードロックのマスターキーが確かこの部屋に。おい、暗いから気をつけろよ。いや、もう分かってるって。うわー！チェ！言ってるそばからこれだよ。痛え！もう、誰だよ、こんなところに水をまきやがってやつは。この匂い。ベッケ、これは水じゃねえ。血だ！これは見回りに出たはずの守衛たちだ。全員何かに食い殺されている。亮、向こうに何か書いてあるぞ。ああ、血文字だ。ゲットマシンはいただいた？なんだって？しょー、まさかゲッターが。待て、ベッケ！全員につく、研究所内に敵潜入。繰り返す、研究所内に敵潜入。ちょいま速やかに所定の位置にて防御態勢を取れ。繰り返す、研究所内に敵潜入。くそー、俺のポセイドン号が。頼む、無事でいてくれよ。ゲッターの格納庫がこんなところにあったとはな。誰だ？地竜一族魔獣対ガヌ。地竜？爬虫人類の生き残りか。血文字を残せば必ずこの場所に案内してくれると思ってね。ご丁寧に格納庫の扉まで開けてもらったというわけだ。ベンケ！トカゲ野郎！貴様らまだ生きていたのか。帝国は貴様らのおかげでマグマ層に沈んだが、我々はこの日のために地上に残った最後の爬虫人類よ。ここへタダで入れると思うなよ。ほう、勝てるつもりかね。我々一族は爬虫人類の中でも特殊な能力を持った者ばかり。出ろ、バル！危ない！体から何か出てくるぞ！うお！よけろ！助けてくれ！俺、こういうムカデっぽい虫は苦手なんだよ。俺は体内にいろんなペットを飼っているのさ。こいつはマグマの中に住んでるドグラムシの一種で、動くものなら何でも食っちまう。バケモンが、こいつでも食らえ！ジグ、行くぞ！やったか！いくら奴でもバズーカ食らって生きちゃいねえ。こいつ。言ったろ！いろいろ飼っているとな。カメ野郎の甲羅に防御させやがったか。なら頭をぶっ飛ばしてやる。本体が死ねばバケモンどもも動けんだろう。行くぞ！来るぞ、バル、ジグ。久しぶりの餌だ。奴を食い殺せ！よし、死角に回り込んだぜ。何？ここだ！やったな、リョウ。完全に死んじまったぜ。まさか恐竜帝国の亡霊が現れるとはな。ああ、だがこれで終わりじゃねえだろう。緊急に配備を整える必要がありそうだぜ。うまくいったぜ、アルの兄貴。まさかもう二人小さな兄弟が入っているとは気づくまい。ロム、急げ！今のうちにゲットマシンを乗っ取るんだ。ガヌ兄貴の死を無駄にするな。モンジ、奴ら証拠りもなく地上を狙ってるみたいだぜ。だから俺は軍に任せるべきだと言ったんだよ。かといって研究所の防衛システムまできれいさっぱり取り払ったのはどうかと思うね。何？セキュリティシステムだけでも残しておいたら
やすやすと敵の侵入を許したりはしなかったろうって言ってるのさ。とにかく防衛軍及び関係各所にこのことを至急通達しろ。はい。緊急事態発生。何者かがゲットマシンを発進させようとしています。しまった。まだ仲間がいたのか。ああ、ゲッターが奴らに。くっそー、シューターの閉鎖だ。急げ。はい。もう遅いよ。ついにゲッターロボを手に入れたぞ。作戦は成功だ。まったくどうすんだよ。ゲッターロボがなくなっちまっただけでも頭が痛いのに敵に回すことになるなんて。たった一体で百鬼帝国を滅ぼしたメカだぞ。あれに対抗できる兵器なんかどこの国でもまだ開発されていないんだ。そうやってただ威張り散らして地球が救われるんなら誰も苦労はしねえよ。なんだと。もう一回言ってみろ。あんたは単なる臆病者だってこと。貴様。やめてよ。こんな時に仲間割れしてどうするの。それだけ言ったんだ。当然ウステを考えてるんだろうな。一つだけ奪われたゲッターに対抗できるメカがある。どこにあるんだ。ゲッター博物館さ。へえ、なるほど、読めたぜ亮。あいつが残っていたな。あそこの地下倉庫にレプリカじゃない本物の旧ゲッターが保管されているはずだ。バカバカしい。 G タイプが相手なんだぞ。パワーがとてもかなわんよ。やってみなければわからんさ。第一、奴らがすぐにゲッターを乗りこなせるとは思えない。それにゲッター戦に弱い爬虫人類にはゲッターエネルギーの補給ができない。よし、分かった。早速手配しよう。何分もう時間はない。奴らすぐにでも攻めてくるだろう。気は進まんがな。ゲッター同士の戦いなんて。キャプテンニオン、ジャテーゴ様との回線開きます。ジャテーゴ様、地流特殊部隊ゲッターロボを奪取いたしました。現在各機分離状態のまま第三格納庫にて待機しております。ご苦労であった。お前たち地流一族への計らいは考えておこう。良い結果を期待するがよい。ありがたき幸せ。ただし完全に地上を制圧してからの話じゃ。各国の状況はどうなっておる？アメリカもロシアもまだゲッターエネルギーの研究に着手したばかり。原子力ロボットのプロトタイプがようやく完成しようといった段階で、ゲッター並みの威力を持つ兵器開発にはあと十数年はかかりましょう。まさにこの新生恐竜帝国に恐れるものは何もありません。しかしあの早乙女研究所だけは別じゃ。徹底的に破壊し二度と我々に歯向かえぬようこの地上から完全に消し去るのじゃ。奴らの切り札ゲッターを使ってな。脅威ネオメカザウルス邪気を浮上。高度を上げて前進。そのまま進路を早乙女研究所に向けろ。来よったなガキども。ご無沙汰してます敷島博士。へえ、まさか兵器開発部の主任だった博士がゲッター博物館の館長に収まっているとはね。ドンパチがなくなりゃわしのような老いぼれはあっという間にお払い箱よ。もちろん兵器開発はわしの生きがいじゃからして今でもこっそりここの地下でやっとるがの。
すげえ。ご覧の通りよ。これが初代ゲッターロボ。ゲッターワンダー。博士、このままでも動くんですか？当たり前じゃ。この半年闇ルートやら何やらを駆使して、いつまたドンパチが始まってもよちゃんと整備しといたわい。さすがは元研究所一のドサイエンティスト。なんか申したか？いえいえ、真の天才はいざという時頼りになるなって。そうじゃろそうじゃろ。3人ともこいつでしっかり死んでこい。ちょっと博士。行こう。いろいろお世話になりました。陛下、やられる時はなるたけ派手にな。いやー、何もかも当時のままだ。ああ、あのボロボロにぶっ壊れたやつをよくここまで修理したもんだぜ。待たせて悪かったな、武蔵。俺たちまたここへ帰ってきたよ。りょうさん、敵の要塞をレーダーにキャッチしたわ。まっすぐ研究所を目指して進撃中よ。おいでなすったが、こちらも今ゲッターに乗り込んだところだ。すぐそちらに向かう。聞いたか、隼人。こっちはいつでも OK だ。弁慶、そっちはどうだ？基本的な操作は変わらんみたいだな。なんとかいけそうだ。よし、ゲッターロボ発進。ゲッターウィング。バリア発生装置の回復はまだか？あと30分はかかります。いざという時に防衛軍の方はどうなってる？第二航空師団が現在伊豆諸島付近上空で交戦中。全く歯が立ちません。副所長、H クレーダーがこちらに向かってくる飛行物体をキャッチ。ゲッタードラゴンのようです。亮たちはまだ来んのか？出撃以来現在の消息は不明。連絡取れません。あいつら何をやっとるんだ？よし、緊急防御態勢を取れ！防衛に関係のない署員は地下壕に退避。防衛担当外署員は速やかに地下壕に退避。繰り返します。防衛担当外署員は速やかに地下壕に退避。隼人さん、みんな早く来て。ガロ、どうだライガー号の乗り心地は。お前の腕ならメカザウルスなんかよりよっぽど簡単だろ。アヌ、ロム、気に入ったぜ。このまま俺たちの専用機にさせてもらおうか。悪くねえ考えだ。ボア、ポセイドン号はどうだ？窮屈で仕方ねえ。小せえおめえらが羨ましいよ。見えた、早乙女研究所だ。早速一発お見舞いするか。ボア、着地するぞ。あ、とうとう現れました。ドラゴンです。モンジさん、大丈夫。ちょっと破片がかすっただけだ。急いで手当てを。構わん。それよりゲッターは亮たちからの連絡がまだ来ねえのか？でもあの人たちはきっと来ます。だからそうなめんじゃねえよ、爬虫類め。
たわいもないぞ、猿どもめ。貴様らは貴様らの生み出したゲッターの威力の前に完全にこの世から消え去るがいい。あ、ジープが1台研究所から飛び出しました。何をしようというのだ。大方怖くて逃げ出すんだろうぜ。ふざけるな。おった俺が戦いもしないで威張っている臆病者だと。これでも食らえってんだ。一度は研究所のナバロン法の奉仕を務めた文字様だい。ミチル姫、研究所はこの文字が命に代えてもお守りいたしやす。バカめがこのまま一気に踏み潰してしまえ。うわ何の音だ。地面の下からなんか来るぞ。何。ゲッター2。遅くなってすまねえ。ゲッターロボただいま到着だ。あちくしょう、気を持たせやがってこいつ。俺たちが来たからにはもう大丈夫だ。本次副所長、そんな格好で特攻なんか似合わねえぜ。うるせえ。あんまり遅いからお前たちのバカが映っちまったんだい。はいはい、それじゃあ派手に行くぜ。チェンジゲッター1スイッチオン。何？ゲッターロボがまだ残っていただと？こしゃかな猿どもめ。構わん。所詮旧型の間に合わせだ。研究所もろとも叩きのめしてしまえ。行くぜガロボア。どこを狙ってんだ。俺たちがビームの打ち方を教えてやる。ゲッタービーム。よう、肉弾戦は不利だ。ああ、さすが G だぜ。すごいパワーだ。ゲッタートマホーク、トマホークブーメラン。トマホークが研究所に。ここで戦うのはやばいぜ。奴らまだ慣れてないらしい。昨日の実験みたいにシャインスパークを最大出力で発射されたら研究所なんかあっという間に吹っ飛んじまうぜ。よし、上空に逃げて海まで突っ切ろう。やった。これが昨日から今日までに起こったことだ。恐竜帝国が復活した理由はわからない。だがゲッターを手に入れたあいつらは確実に俺たちの背後に迫っている。そして俺たちにはわずかな望み以外この危機から逃れることはできないのだ。どうするリオ。分離して急速反転だ。それじゃあドラゴンとまともにぶつかっちまうぞ。構わん。俺たちはゲッターの全てを知り尽くしているんだ。そこに勝機はある。わかった。お前さんの判断に任せるぜ。オープンゲート。奴ら覚悟を決めたようだぜ。こっちに向かってきやがった。やけくそだね。特攻だけには気をつけろよ、アヌの兄貴。行くぜ。すれ違うと同時に背後に回ってゲッター2だ。おう。チェンジゲッター2スイッチオン。ドリルアーム。外したか。いやー、危ねえ危ねえ。アヌ、ノム、今度は俺にやらせてくれ。よし、俺たちもライガーにチェンジだ。
そうきたか。ならばスピードで勝負だ。ゲッタービジョン。うわくそ、またまた狙い撃ちだ。砂浜に着地する。みんな衝撃に備えろ。俺にやらせてみてくれ。ゲッター3を扱ったことがないお前がやっても無理だ。やってみなけりゃ分かんないぜ。よし、オープンゲット。チェンジゲッター3成長。いくらやっても無駄だ。ポセイドンで行くぞ。ゲッターミサイル。そんなもの効かぬわ。やっぱりダメだ。いや、二人とも奴らの今の合体を見たか。ああ、やってみる価値はあるな。うん、いけるかもしれん。賞賛あり。行くぜ。もう一度ゲッターワンだ。どうにでもなれ。オープンゲット。俺たちもチェンジだ。諦めが悪いぞ。ドラゴンにチェンジだ。パワーじゃない手の違いを見せてやるぜ。チェンジゲッターワンスイッチオン。001秒の世界を見せてやる。やつら早い。そのまま突っ込んでくる。間に入ってくる気だ。合体解除。ダメだよ、間に合わない。いけ。悪いな。俺たちは目をつぶってても合体できるんだ。お前らのような駆け出しパイロットとはわけが違うぜ。ゲッタービーム。俺たちのゲッターが沈んでいく。くそ、許さんぞ地竜一族。さすがだよ、ゲッターチームの諸君。貴様が大将か。お初にお目にかかる。恐竜帝国特殊戦略部隊隊長地竜一族のニオンだ。よくもゲッターをおもちゃにしてくれたな。うまくいくと思ったんだがね。所詮付け焼き場ではゲッターを扱うのは無理らしい。だが果たしてこの邪気王と互角に渡り合えるかな。しゃらくせえ。後ろのでっかいのと一緒にまとめて地獄に送ってやるぜ。デリアゲッタートマホーク。やれ邪気王。触手が飛び出してきたぞ。トマホークで叩き切るんだ。ダメだ、切れない。引っ張られるぞ。邪気王、お前の能力でゲッターを丸々取り込んでしまえ。よ、兵器を見よ。どんどんエネルギーが吸い取られているぞ。それだけじゃない。この触手、ゲッターと同化しようとしてやがる。奴はあらゆるメカを取り込んで自分の一部にする化け物なんだ。ゲッタービーム。なんてやつだ。ビームのエネルギーは奴を元気にするだけってことか。おい、このままじゃあのお金木までバリバリ頭から壊れちまうぞ。よし、ドラゴンのシャインスパークと同じ要領でゲッターエネルギーをフルパワーに上げるんだ。なんだと、リョウ。ゲッター1にドラゴンの真似は無理だ。今度こそ本当に死んじまうぞ。どの道食われちまえば同じだ。ゲッターエネルギーには俺たちの知らない未知のパワーが眠っている。やってみて。それでダメなら諦めよう。お前の諦めの悪さは爬虫人類と変わらんな。
よし、その作戦乗ったぜ。俺もだ。行くぜ。エネルギーフルパワーオン。何をするつもりだ。ゲッターエネルギーがこんなにも。頼むぜゲッター。覚えてろ、ゲッターチーム。ほんと嫌な事件だったな。ああ、まったくだ。それにしてもリョウ、もうゲッターには乗りたくねえっていうお前の気持ちもなんだかわからなくもねえな。いや、俺は恐竜帝国や百鬼帝国なんかよりよっぽど俺たち人間の方がこの地球を滅ぼしかねない存在に思えてくるぜ。いや、そこまで人間はバカじゃないさ。なんだ、コロリと意見が変わっちまったな。そういうわけじゃない。ただゲッターエネルギーをフルパワーにした時、あいつの声が聞こえたんだ。いつの日か遠い未来に人類はゲッターエネルギーの正しい使い方を身につけるそうだ。たとえ今は兵器にしか過ぎなくても。おいおい、あいつってのは誰だい？わからない。もしかしたらゲッターに残っていた武蔵の魂だったのかもしれない。それとももっと別の意識だったのかも。夢さ、きっと。夢でも見てたのよ。多分な。ただ言えるのは、俺たちはまだゲッター戦エネルギーのことなんかほんの一部分しか知らないってことさ。さあ、研究所へ帰還しようぜ。みんな心配しているぞ。이 작품은 푸타바샤의 슈퍼로봇 대전 코믹에 게재된 동명의 타이틀을 바탕으로 1997년 발매. 이 드라마 CD의 바탕이 된 해당 코믹은 훗날 게타로보 사가 진 게타로보 편 서두에 수록됐습니다. 작품의 연출은 TV판의 기획을 맡았던 카츠다 토시오. 등장 캐릭터들의 기본 성격은 TV판에 가까운 것처럼 보이나 캐릭터 설정의 만화판의 요소도 일부 섞여 있죠. 축구부 주장이었던 나가레 료마가 여기서는 만화판처럼 가라테 수련을 하는 게 특징. 게다가 오직 만화판에서만 등장하는 미나미카제 케이나 시키시마 박사, 여제 자테고가 등장합니다. 사실 만화판을 보신 분들이라면 무사시의 자폭으로 소멸된 것이 확실했던 초대 게타가 어떻게 게타 박물관에 멀쩡히 전시되어 있는지 의아해하셨을 것입니다. 이 작품에서는 시키시마 박사가 몰래 게타를 복원해 두었다는 설정을 추가해 이러한 설정상의 빈틈을 자연스럽게 보완하고 있습니다. 미나미카제 케이는 만화판 게타로보고에서 잠시 진 게타로보를 조종하다가 일찍 리타이어하는 인물입니다. 하지만 이 드라마 CD에서는 파일럿이 아니라 오퍼레이터로 등장해 연구소의 일원으로 끝까지 온전한 모습으로 살아남습니다. 널리 알려진 작품인 세계 최후의 날 K 역시 만화판 K를 모티브로 한 캐릭터인데 이 드라마 CD에 K가 그보다 약 1년 먼저 등장한 셈입니다. 한편 여제 자테고는 원작 만화 기준으로 진 게타로보의 시간대에서 약 15년 후에야 본격적으로 등장하지만 이 작품에서는 이미 이 시점부터 신생 공룡제국의 지도자로 등장한다는 점이 인상적입니다. 동시에 TV판에만 등장했던 오가라시 몬지도 등장했는데 사실 이 캐릭터는 TV판에서 나바론포의 사수로 가끔씩 활약했지만 후속작 게타로보지에서는 비호감 캐릭터로 인식된 탓인지 아무 설명도 없이 조용히 퇴장했죠. 그런데 이번 작품에서는 비교적 비중이 커졌고 사오토메 박사를 대신해 연구소를 책임감 있게 지키는 인물로 그려졌습니다. 이 드라마 CD의 가장 큰 특징은 원작자의 다른 작품인 마수전선과 허무전기의 요소도 섞여 있다는 것. 원작 만화에서 공룡제국의 잔당은 게타선에 어느 정도 내성이 있는 특수부대로 묘사되지만 이번 작품에서는 이들이 마수대라는 독자적인 이름을 부여받았습니다. 이 명칭은 마수전선에 등장하는 마수에서 따온 것으로 보이며 실제로 마수전선에서는 코행군의 모티브가 된 샤프트 박사가 등장하는데
주인공 시니치와 싸우는 샤프트 박사의 5명의 아들이 바로 이 드라마 CD에 나오는 마수대의 이름과 거의 일치하며 큰형의 몸에 다른 형제가 기생한다는 설정도 박사의 5 아들에서 차용한 것입니다. 또한 마수대의 맏형인 가누는 자신의 몸에 도그라라는 생체 병기를 키우고 있는데 이 도그라는 허무전기 시리즈에 등장하는 우주 최악최흉의 생체 병기로 사람의 몸에 기생해 구멍을 뚫고 무한 증식하는 무시무시한 존재입니다. 허무전기에서는 행성 하나를 위협할 정도의 괴물로 묘사되지만 이 드라마 CD에서는 다소 너프된 형태로 등장합니다. 그럼에도 불구하고 하야토의 바주카를 맞고도 살아남는 등 상당히 질긴 생명력을 보여주죠. 하지만 그런 괴물도 료마 앞에서는 무용지물, 료마는 그런 도그라를 가진 숙주 가누를 단 한 방에 쓰러뜨립니다. 역시 여기서도 인간 병기로 묘사되는 료마. 최종 보스로 특별 출연한 사기왕도 흥미로운 점. 원작에서는 사망한 것으로 묘사되었던 이온이 여기서는 공룡제국 특수전략부대의 대장으로 등장해 허무전기의 주인공 중 하나인 사기왕과 동일한 이름을 가진 메카자우루스를 타고 게타팀과 최종 결전을 벌입니다. 이 사기왕은 단순히 이름만 빌려온 것이 아니라 그 특유의 흡수 능력과 무시무시한 이빨로 적을 씹어먹는 등 허무전기의 사기왕을 그대로 연상시키는 설정이 다수 반영되어 있습니다. 어찌 보면 원작에서는 주인공으로 활약했던 사기왕이 처음으로 악역으로 등장한 무대라 할 수 있겠으며 이후 등장하는 사기왕을 모티브로 한 지상형 인베이더보다도 약 1년 앞서 악역으로 데뷔한 셈입니다. 참고로 허무전기의 사기왕은 원자 폭탄급 폭발에 휘말려도 멀쩡하고 전설의 우주전함의 한포 공격조차 견디는 미친 맷집을 자랑했지만 이 드라마 CD에서는 풀파워로 각성한 게타선의 미지의 힘 앞에 결국 리타이어하고 맙니다. 게타선이 이렇게 무섭습니다. 이 작품의 마지막은 게타선의 가능성에 대해 긍정적으로 말하는 료마의 대사로 마무리되는 것이 인상적입니다. 러닝타임이 약 40분에 불과한 이 짧은 이야기 안에서는 원작에서처럼 코즈믹 호러적인 게타선의 공포를 부각시키기보다는 그 긍정적인 가능성을 조명함으로써 이야기를 보다 깔끔하게 정리하고자 한 의도가 엿보입니다. 이러한 경향은 슈퍼로봇 대전과 같은 2차 창작 미디어믹스에서도 마찬가지입니다. 무엇보다 TV판 성우들이 연기하는 캐릭터들과도 이러한 밝은 분위기에 설정이 더 잘 어울리기도 하고요. 이 드라마 CD는 게타 원작 만화의 명장면을 재현함과 동시에 흥미로운 크로스오버 요소도 포함하고 있어 게타 팬은 물론 이시카와 켄의 다른 작품을 아끼는 팬들에게도 훌륭한 팬서비스가 되는 작품이라 평가해봅니다.